ライダー戦はやっぱりワクワクするのだ。この大型兵器を攻略していくかたまりませんね。アイボール君から放たれるビームを避けるのにすごく苦労したのだ。拠点の時は何回も死んだのだ。私は ACFA の VOB でしたっけ。ああいうのがあればより盛り上がったのかなって思いました。こういうアームズフォート戦みたいなのもっと欲しかったのだ。そうですね。ストライダー戦のこのアスレチック要素も面白かったのだ。こういうの AC でやったことなかったから僕は新鮮だったのだ。バーネクストとか無限に飛べちゃいますからね。なかなかそういうのは難しいでしょうね。そして極めつけはアイボール君。これ初めて見た時絶対みんなソルディオス砲だと思ったと思うのだ。ソルディオス砲なんでしょうか。それは AC4、ACFA に出てきたこんな感じのがでかい砲台なのだ。圧倒的な火力で人の住んでいるコロニーを破壊し、ついでに致命的な汚染もプレゼントする最悪の兵器なのだ。そんなのばかりですね。 AC の世界もう慣れてきました。ヤーちゃんもしっかり AC の世界の住人なのだ。で、今回はこの流れで AC4 と ACFA に登場するソルディオス砲を紹介するのでしょう。そういうことになります。さて AC4 を起動するかな。ダメみたいですね。リスク壊しましたか。畜生、こんな時に。というわけで ACFA のソルディオス君を紹介するのだ。まあね、インパクトはこっちの方が100倍すごいから。リスク死んでたらしょうがないですね。敵アームズフォートを確認。ランドクラブの改造型だ。後頭部がソルディオス砲に置き換えられている。ヤーちゃんに教えてあげよう。なんとこの世界のアイボール君浮きます。もうふざけてますねこの企業。気をつけろ。敵ソルディオス砲自立しているぞ。あんなものを変態どもが。本当にそう思います。今敵のこの砲台クイックブーストしませんでしたか。そうなのだ。なんとこの小島キャノン行くだけでなくクイックも可能なのだ。じゃあネクストもういらないじゃないですか。これをたくさん作ればいいじゃないですか。確かに。でもネクストには拡張性の高さとかあるから。アサルトアーマーもできるんですか。しかも被弾したらなのに1000ってダメージ高すぎじゃないですか。これが ACFA 界における変態企業トーラスの傑作なのだ。ルビコン技研も相当様子がおかしかったですが、こちらの世界もたくさんいますね、変態さんたちは。しかし実際これはどうやって攻略するのでしょうか。純粋にネクストと6対1しているのと変わらない気が。そんな感じでネクストと5対にするミッションなら実際にあるけど、あ、やっぱりあるのですね。実際正攻法で攻略するのはかなり難しいと思うのだ。近づいたらアサルトアーマーでやられてしまいますもんね。だからブレードは使えないでしょうね。かといって遠距離戦をすればソルデイオスの火力に負けてしまいます。積んでいませんか。マジでミッションとしては最高難易度に近いと思うのだ。でもやちゃん、例のごとく簡単攻略法があるのだ。そんなことだろうと思っていましたよ。マジで一発も食らわずに倒せる方法があるのだ。これです。結局これですか。このゲームのアームーズフォート戦は基本パイルだから。らしいですね。でも敵にはアサルトアーマーがありましたよ。パイルでもきつくないですか。この戦い方では一切そんなの関係ないのだ。やり方は単純明快。ソルディオス君が飛ぶ前に仕留める。そんなことができるのでしょうか。ネクストの機動力をもってすればたやすいのだ。確かに凄まじい機動性はありますが、ランドクラブの改造型だ。後頭部がソルディオ起動オース砲に置きバードブースト。一気に時速3000キロまで加速。おお、避けるんだぞ。くらえ。なるほど。飛ぶ前に台座を破壊すればそれで勝ち判定なのですね。でも少しこれ難しそうですね。パイルに慣れてないと特に。そんな人にはもう一つもっといい方法を紹介するのだ。これなら絶対成功する方法なのだ。それがこれ、ロケットくんなのだ。ロケット ACFA の世界で随分と古風なものが出てきましたね。このロケットくん、ロックオンできない紙仕様なのだ。だからこうやって自分で照準を合わせなければいけないのだ。こんなのノーマル相手に当てるのも難しいじゃないですか。でも敵が大きいアームズフォート戦では大活躍なのだ。そんな感じの武器多いですねこのゲーム。わかる。で、肝心のソルディオス君攻略法だけど遠距離からロケット連打なのだ。これ絶対誰でもできる。明日からできる。爆撃機みたいなスタイルですね。作戦エリア限界近い。ああ、なるほどです。
これは救済案なのか開発が想定していないのか悩みますね。よくやったな。ああ、想定していそうなのだ。さらにロケットはスティグロ君とかにも使えるのだ。パイルとかよりも簡単にクリアできるから結構おすすめなのだ。アンサラー戦とかもロケットを連発してれば勝てるのだ。この相手確かアームズフォートなのにアサルトアーマーを放ってきましたよね。そうなのだ。パイルだったらアンサラー君を落とすには飛行をつかなきゃいけないのだ。でもロケットならふわふわしながら撃てるだけでいいのだ。これは楽ですね。パイルは懐に入る時点で決めなければ死んでしまうので緊張感がすごいです。でもロケットなら焦らずに攻略できそうですね。とにかく遠距離から大火力を叩き込めるのが強いのだ。それでも両腕のロケットを使い切るぐらいには硬いんだけどね。少し疑問に思ったのですが、何かな、ヤーちゃん。アンサラーはロケットやブレード以外ではどうやって倒すのでしょうか。15年間1回も試したことないわ。アンサルご視聴ありがとうございましたなのだ。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。